あの日、ずっと大変だよな。100年後にも残せるようにやっていかないといけないなっていう段階です。いらっしゃいませ。おはようございます。特急ラビュー乗ると90分ぐらいで、はい、着きますね。まあずっとここで育ってここでずっとだから出たことねえんだよ、まあ、よそる飯をずっとここにいたからね。うん。やめたからねえけど別にずっとじゃなくてさ、ちょっと働いてってんだらいいけどな。ずっとじゃ年寄りは無理だよな。どう100歳まで生きねえようじゃねえの。オムライスの鶏肉です。祖父と孫です。歴史はですね、ここは99年目、昭和2年の建物で、平成16年に登録有形文化財には指定されています。今年で一応99年で、来年で100年。一応祖父が3代目で、しなくて違う場所で営業自体はしてたんですよね。でそちらが火事で全焼してこっちに移してもう99年経つよっていう話なんで、代々で考えると、創業の年で考えるともう100年は超えてるよねなんですけど。一応22歳の時ぐらいからちょっとずつ土日だけ手伝う始めるようになってっていうのがストーリーですね。なんだろうねそう時の流れじゃないけど、最終的にはなんかね、また一気に戻ってきたっていう。どうせ肉買ってくるわ。はい。出た。3年けど、あれ馬がね、気がするんだけど。
割と昔から知ってる感じで2人というか、ここのお家のことは。で縁あってちょっと働かせてもらってはいて、なんかあんまり喋んないですけど中だと、でもそれでも分かってる感はあるから、多分4代目がちゃんとおじいちゃんのことをよく見ながらやってるからね、なんかもよくスムーズに回ってるし、働いてるからやっぱり元気というか動けないしね、まだ体が動くうちは頑張りたいんだろうから、ね、それを周りがサポートしてお店も回ってる感じなんですけど。でいいって言ってくれてるんやから。立ちっぱなしだから。そうだ、朝からずっと一回も腰掛けねえんだ。立ちっぱなしだもん。楽しい。楽しく。大変ですね。だって大変、ずっと大変だよな。俺はあれしろこうしろって言わねえから。自分で見て覚えろって言ってる。あ、そうです。初めて焼きました。これがまたいい。マルシに値するのね。おいしい。見えるんですよ、ここからちょうど。見えます見えます。見えるの。ちょうどいらっしゃるのに、ここから見えるね。じゃあ美味しくいただいてます。ありがとうございます。全然振り返る余裕もないぐらいずっとやってらっしゃる。見える。
実家より実家だって言ってました。熊とか熊の置物とか、あれ実家あるかも。でも熊の置物あんな大きくない。いやすごく美味しくて、この味でこの味が一番だね。いい匂い。お腹すく匂い。オムライスもあるしね、このしっかり入ってる。難しい味ですね。チキンライスとかも具がね大きいの。クラウドファンディングをですね、去年やったんですね。それの返礼品でリストバンドが届いた方はドリンク1杯サービスさせていただきますっていう内容のリストバンドではあります。第1弾、第2弾があって、第1弾が1660万。新工事費です。はい。もう基礎工事からがっつりやらないと、もう99年前の基礎なわけなので、そこからの補強が入るわけで、正直言えば建て壊した方が安く済むよとは言われてます。はい。ですがやっぱりね、この雰囲気を求めてきてくれるお客様もいますし、これがパリなんじゃないかなって個人的にも思ってますので、ご支援していただいた方々にはね、感謝の気持ちでいっぱいです。ね、本人がね、やりたいって言ってる限りは、もちろんね、サポートする側は大変です。はい。ですが、ね、本人がやりたいって言ってる限りは、まあっていうところではありますね。パリ食堂を100年後にも残せるように、今はやっていかないといけないなっていう段階です。はい。